こんにちは。レザーコネクションの秀樹です。本日はですね、引き続いて、3番のツヤですね。水のように透き通るツヤというのは、どういうものなのか、そのメンテナンスはどうやったらいいのかというところをご説明していきたいと思います。今回の、水のように透き通るツヤというものがどういうものかというと、非常に分かりやすいのが、こちらですね、オイルコード板と言われるいわゆるホーインですとか、弊社のオイルコード板ですとか靴用によく使われる革の総称を僕は水のように透き通るツヤというふうに呼んでいるんですけれども、まずはですねこの3つの画像をご覧ください。まず1つ目がですね、一番最初にお伝えしたピカピカする鏡面磨きのツヤ、そして2番目がアニリン染めコード板のギラギラしたツヤ、そして3番目がオイルコード板の透き通るツヤ。これ何を見ていただきたいかというと、商品の反射具合をちょっと見ていただきたいんですけれども、1番目のギラギラした表面磨きのツヤの、そのものを反射させるその純度、立体感と、今回お伝えする3番のツヤの、画像に比べていただくと結構違うんじゃないかなと思います。でこれは何かというと、一番最初に言ったように光の反射の差ということになるんですが、1番目の鏡面磨きに関しては本当にもう鏡のように物が反射するので、物の形もあまり変わらずにその物体そのままを映すような反射の仕方をしますし、ギラギラしたコード板に関しては反射純度は鏡面磨きにすごい似てるんですけれども、物がちょっと歪んで見えると言いますか、ちょっと輪郭が、安定しない。そして、今回のツヤに関してはそのいわゆるアニリン染めのギラギラしたツヤよりももっと、ぼやっと映ってるんじゃないかなと思います。でもこれ全部見ていただいている方はもうこの時点でもうピンとわかるかと思うんですが、もうこの差はもう繊維の立ち具合の差というのがもう一瞬でわかるかと思います。繊維が寝てれば寝てるほど反射力が強いんで、このような現象が起きると、1番目の、ちょっと違うんですけど、このような差が出てきますよということなので、反射の純度だけ言えば2番のコード板本来のツヤを極限まで出せるアニリン染めコード板の方が魅力的なのかなと思いきやですね、ここがまた面白いところで、また別の角度から撮った写真がございますので、こちらをご覧ください。まず最初にアニリン染めの一番当初のツヤの写真がこちらになります。どうでしょうか。やっぱりその結構光がなだらかで安定しているように見えますよね。じゃあはたまた、今回はその3番目の透き通る、オイルコード板のツヤをご覧ください。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。見る角度によって、全然雰囲気変わりますよね。これ何が起きてるかっていうと、正面から見た時、そして物を反射させた時の角度と、今回正面からほぼ正面の写真を撮ってるんですけど、今見ていただいた2枚の革の写真は結構斜めから、撮ってます。でもうツヤの質感が全然違って、そのオイルコード板の方が非常にこう水面のような透き通ったツヤに見えませんか。ここの差が、理解できるとですね、前回お話しした繊維が寝てれば寝てるほど、じゃあどういう風に寝かしたらっていうような話が、結構理解できてくるんじゃないかなと思うんですが、オイルコード板はですね、そもそもその製造する段階からアニリン染めコード板とはちょっと分岐して違った作り方を行います。でオイルコード板の場合はグレージングを、そのかける前にですね、もう一度、油とあと染料の液体にもう一度つけて、で再度もう一回乾かします。しっかり1週間ぐらいで、そうするとどうなるかっていうと、いわゆるそのアニリン染め用の生地の繊維の中よりも多くの油が、皮の中に残っている状態になるんですね。でこれをグレージングで同じ圧で、かけた時に中に入っている油が邪魔をして繊維があんまり寝ない、もちろん寝るんですけど、
アニリン染め用に作った生地よりかは寝ないんですね。でもうすごい極端に言うと、アニリン染めコード板のグレージングかけ終わった厚みがこれぐらいだとすると、オイルコード板はその倍ぐらいあると思ってください。そのコラーゲン繊維の厚みがですね。でこの差っていうのが何かっていうと、コード板って基本的にこう斜めにこう繊維が寝てるんで、こう斜めから皮を見た時に奥行きがこれだけ違って見えます。そうするとどうなるかっていうと、コード板の繊維って結構透明に近いんで、例えばその浅い、そのいわゆる水たまりを見た時とすっごい深い、泉を見た時とでは透明感ってだいぶ変わりますよね。この差がもろにコード板の場合は出てきます。なので一番最初の方に見ていただいたその画像のツヤの差というのが出てくるということになります。はい、ここまで原理の、話をさせていただいたんですけれども、こちらがオイルコード板ですね。そのアニリン染めに比べると結構艶やかで非常に魅力的な革なんですが、こちらもですね、いいことばかりではないというのが一つありまして、まず一つ目がですね、色落ちが非常にしやすいです。そして二つ目、油分と湿気をアニリン染めコード板のものよりももろに吸います。いわゆるコラーゲン層の厚みがすごいあるんで、圧縮している時よりも倍ぐらい、オイル分とかが、吸いやすくなっているというふうに考えてもらえれば、分かりやすいと思うんですが、ここからがですね、メンテナンスの、お話になります。でこちらオイルコード板のメンテナンスも簡単です。めっちゃ簡単ですもう皆さんお分かりかと思います。まずその1、オイル分の少ないワックスを塗る。その2、ちょっと時間を置いて。その3、空拭きをする。もうこれだけで OK です。非常に簡単ですよね。ただし注意点があります。もう先ほども言ったようにオイルをめっちゃ食います。その比較業界ではオイルが入っちゃうことをオイル食うっていうんですけど、めっちゃオイルを食うので、乳化系のワックスを使うとガンガン曇ります。もう本当にマジかっていうぐらい曇ります。なので、その際は非常に量を少なくするか、もしくは油分の少ないワックスを使ってください。弊社のでもいいですし、そうだな、ラナパーワックスとか固形のものがあると思うんですけど、ああいうのでいいです。ああいうものを使ってください。であと余分な水分をこいつに関しては与えない方が艶が出やすいです。水も吸いやすいということは、その分繊維がこう水を吸って立ちやすいということなので、余分に不用意にですね水を与えてしまうと繊維が立ってしまって艶が薄れます。ちょっと曇っちゃいます。ただし、この2つの注意点、油と水に関してはですね、時間が経てば抜けます。なのでもしやっちゃったな、入れすぎちゃったなと思ったら、もうしっかり乾かしてから空拭きしてあげると、艶が元に戻ります。もうこれもう過去の動画で洗濯しちゃった系の、動画でも言ってるんですが、これ2回洗濯機の中にぶち込んでですね、洗剤を使ってカピカピに、なっちゃったにもかかわらず、今これぐらいの艶が出ているのは、アニリン染めに比べてはっきり言ってあまり気を使わなくていいんですね。もう繊維の寝る最大値っていうのがもう決まっちゃってて、人間のできる、僕たちの素手でできる最大値が決まっちゃってるんで、多少カピカピになってもオイル入れてちょっとこうこすってあげるとこれぐらいの艶出ますよということで、扱いはそんなに難しくないです。で仮にちょっとコード板を買ったと。でコード板のお財布を買いました。そしていくらメンテナンスをやっても、いくら乾かして寝かしつけても艶が出ないっていう場合は、繊維の部位がちょっと悪いか、もしくはコード板層が出てなくてザラザラの部分が残っちゃってるか、熱処理とかで繊維が死んじゃってるかのどれかじゃないかなと思います。でレーデル小川の場合はそこがすんごいこう注意点だっていうのがよく分かってるんで、基本的にはコード板層をほぼほぼ完全に出した状態まで職人が削ってますんで、表にそのいわゆる副コード板層とか、肉面とか言うんですけど、そういうのが残って、曇っちゃうということはないと思います。
で、今回の動画ここからがちょっと皆さんにお伝えしたいことなんですね。もう今までの動画で散々このメンテナンス方法はやってきて、それは分かってるよということなんですが、ここからがちょっと衝撃のお話になるかもしれないんですが、アニリン染めコードバン、前回のギラギラしたツヤのアニリン染めコードバンに関しては最終的に長年使い込むとこっちになります。オイルコードバンになります。言ってる意味が、お分かりになりますでしょうか。もう多分ピンときてると思うんですが、コードバンって何にもしてなくても結構水分湿気を、吸ったりしちゃってて、人がこう触って、オイルが入っちゃったりとかメンテナンスをして繊維にオイルが含まれるとだんだん繊維が立ってきちゃいます。もちろんもうすごい几帳面な方がもう超管理して、使い続ければそのコードバンが綺麗に寝た状態でギラギラしたツヤが保てるんですけど、大抵の場合はですね、だんだん繊維が立ってきてもうこれと同化します。なのでオイルコードバンはですね、そのコードバンの、ご使用上最終形態だと思ってもらったらすごい分かりやすいと思います。もちろん塗料は、別なんですが、そう聞くとアニリン染めコードバンって実は長く使い続けるとオイルコードバンの楽しみ方もできるってですね、ちょっと面白い作りになってるというのが、ちょっとレーデルオ側としてはちょっと宣伝の一つなんですが、こんな感じになります。過去の動画で僕ワックスつけた後に水をつけるっていうことをやってるんですが、それはもうこっちに近づけるための儀式だと思ってください。ギラギラしたツヤをもっと透明感が増したい、もっと水のように澄んだものにしたいっていう場合はメンテナンスの時に固く絞ったティッシュかなんかで本当にちょっとこう水分を含ませて、で全体をきれいに浮き立たせてあげると自分の好みのツヤに変化させることができます。なのでギラギラしたツヤがピカピカしたツヤが好きだという方は、オイル分水分少なめで、長年アニリン使い続けてきて、じゃあちょっとツヤ変化させようかなと思ったらもうべったりオイル塗っちゃってください。でそして水分もちょっと足してあげてください。そしたらこっちに変化させることが簡単にできます。もう究極系はアニリン染めコードバンのお財布選択しちゃうとこっちになると思ってください。はい、簡単です。でこれに、関連して、僕の YouTube のコメント欄にコードバンの靴をこうメンテナンスするときにやたらめったらクリーナーを、塗ったりワックスをこうベタベタベタってこう塗っちゃうっていう動画が結構あるんですけど、それ大丈夫なんですかっていう、ご質問をいただきました。でその回答はですね、大丈夫です。今言ったのと全く同じことをやってます。なのでクリーナーで落とすっていうことは多分あれ余分な油を抜くっていうことだと思うんですね。で、水性のものかもしくはシンナー系のもの、揮発性のものが結構多いと思うので、使ってもらって、しっかりですねクリーナーで余分な油を取った場合は水分も余計に含まれちゃってるかもしれないんで、しっかり乾かしてください。でその後にこうベタベタっとワックスを塗っちゃっても大丈夫です。むしろちょっと多めに油分を含ませてあげないと、繊維が乾燥して切れやすくなってしまったり死にやすくなってしまったりするんで、ベタベタ塗るのは問題ないんですが、一番最初に言った吸いすぎてしまうという特性を覚えておいてもらえるといいと思います。曇ります、はっきり言って。表面磨きをしてピカピカにするのであれば多少曇っててもいいんですけど、素のツヤでコードバンのブーツ楽しみたいっていう方はオイル分は少なめにするか、それともこまめに何回か日を分けて塗ってあげると曇りづらくなると思いますので、一応これが回答ということにさせていただきたいと思います。確かに言われてみると靴磨き動画僕も表面磨きの時に見ててめっちゃ塗るんですよ。こんな塗るのベターに塗るんですけどあれ知らない人からするとこんなんやっちゃ大丈夫なのかなってこうなると思うんですが、ご安心ください。使い方としては言うほど間違ってないと思います。はい、ということで、今回は、オイルコードバンの特性について、お話ししたんですけれどもいかがだったでしょうか。あと最後4番の
ワイルドに使い込んだらどうなりますかっていう話に関しては言うほどちょっと語ることがなくてですね、簡単に言うともうこっちになってっちゃうよっていうことなんですね。結構湿気を吸う、僕たちが自分で体の、皮脂とかを入れるで、繊維が立つで、ツヤが出てればもちろんそのいい感じに、油分が、含まれてるんじゃないかなと思います。ただし、カピカピになってしまうと、繊維がだんだんこう縮れて干物みたいになっていっちゃうんで割れの原因とかになってしまうんじゃないかなと思いますので、そこだけちょっと気をつけてもらえるといいんじゃないかなと思いますので、今回のメンテナンス動画に関しては、これで最後ということになります。なんですが、もう一つコメント欄でブクのちょっと拡大動画が、どうなってんのっていうのを見てみたいっていうコメントいただきましたんで、そちらのですね実験動画をやってみたいと思います。でそれに関連させてですね私のお気に入りのお財布が汗でもうブクだらけになっちゃったものがあるんで、それをですねどうやってこのように復活、させるのかっていうのを一部始終をちょっとお見せしたいと思いますんで、そちらの動画も作ってやっていきたいと思います。あと実は実験動画何個かちょっとやりたいのがありまして、そちらの方も配信していこうと思うんですが、ちょっとここで皆さんにお知らせが一つ、ございまして、近々ですね、皆さんにちょっと重大発表が、ございます。その段取りでですね今もうニッチもサッチもいかないぐらいちょっと忙しくなっておりましてちょっとその今回のその次の、動画はちょっと遅れちゃうかもしれないんですけど、もしかしたら、発表の方が、先に来るかも、しれませんし、実験動画が先に来るかもちょっと分かんないんですが、ぜひ皆さんに見ていただきたい、ちょっとお知らせしたいことがございますので、そちらの方ちょっと皆さんにちょっとお楽しみに待ってていただければなと思います。本当はですね実は僕もこの YouTube の撮り方とか機材とかのお話とかも結構やりたいっていうのと、あとコロナがもうほっとこれもう厄介ですね。もう本当に長い、いつになったら終わるのか分かんなくて、いろんなとこ取材に行ってみたいんですけど、なかなか行けないと、いうことが続いちゃってるんで、もうレザーコネクションじゃなくてもうコード版コネクションになっちゃってる、実情があるので、もうちょっと皆さん川の世界にちょっとご招待するのがちょっとまだ先に、なりそうなんですが、それまではですねちょっとコード版のですね私のこのしょうもない、話を、ぜひ、お付き合いいただければなと思いますので、今後ともですねご視聴のほどよろしくお願いいたします。いつもご視聴ありがとうございます。現在レーデル小川はですねコード版ケアワックスというですねコード版の繊維を研究して作った専用のワックスを販売しております。レーデル小川のホームページもしくは Amazon でもご購入できますので、もしご興味のある方はぜひ一度使っていただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。